鬼火に当てられ、それからすぐに封印を施されたものの、連合から戻る前に戒めを解き鬼になってしまったと。申し訳ありません。私がもう少しうまく連合を動かせていたら。そう自分を責めるものじゃないわ、暁。あなたはよくやってくれている。あなたが頑張ってくれたから、私はこうして鬼から人へと戻ることができた。助けられた私には感謝の言葉しかありません。ありがとう、暁。おぼろ姉様。それで連合の力を借りたということだけど、実際はどうやって私を人に戻したの？それははい。ええ、おかげさまで。どうしてあなたが安心なされるのですか？健介殿、ちょっと。おぼろ姉様はあの日のことを覚えておりません。健介殿、でもわかりました。私が眠っている間に暁と随分仲良くなったみたいですね。そうですか。嬉しそうですね。あなたが私を人に戻してくれたんですか？話には聞いていましたが、一体どうやって？何やら悪い夢を見ていたような気がしますが、その内容もはっきりしないほどなので。聞こうと思ったらあなたがいらしたので。タイミング？タイミングとは？ええ、話してもらえると助かります。頼みます。そ、そんなこと。私はなんと不死だらな。あ、あれは悪い夢だったはずじゃ。覚えているというほど覚えてはいません。ただ何かとんでもなくみだらなことをしていたような記憶だけが頭の隅にぼんやりと。まさか初めての
ありません。これは私の女としての大切な、欠けてはいけない大事な、そういうことなのです。見ましたか？その私の裸を触れましたか？それでは私の初めてはそれしか方法がなかったというのなら仕方ありませんね。助けていただいた恩があるのに勝手をされたと恨み事を言うほど恥知らずではありませんから。今さら奪われたものを返してもらうわけにもいきませんし。それはつまり私を健介様、ご自分がおっしゃってることの意味を分かっていますか？夢にまで見た瞬間がここに。つい思ってることが言葉に。なんでもありません。こちらの話です。信じていいんですよね？責任を取ると言ってくれたその言葉。失礼します。お茶の用意が。っておぼろ姉様、どうされたのですか？なんでもありません。そうですか。何をしたの？なるほど。それでこんなに嬉しそうな顔を。健介殿、あなたも罪の人ですね。いずれわかりますよ。いずれ。私にも呼べる人が。おぼろ姉様、お茶が入りましたよ。ありがとう、暁。いいえ、どういたしまして。こなみちゃんから連絡が来たよ。そろそろスズメたちの出番だって。いつでも出られるように準備しておいてくれって。いよいよヤタガラス隊の出番かな。火打ち石が鳴るね。あはは、お姉ちゃんもやる気満々だね。了解。じゃあヤタガラス隊準備始め。しのさん、しずくさん、急ぎますわよ。分かってはいるのですが、さすがに体力が。梅さん、飛ばしすぎですよ。何をおっしゃいますか。さっさとハニーに合流しなければまたぞろ新しい妻が増えてしまいますわよ。急ぎましょう、梅さん、しずく。はい。
玉縄城ですか。私が城主を務める城です。はい、私が言うのもおこがましいですが、玉縄城は関東の要の城であり、塀高く堀を深くした堅城です。私が城にいたならば、こうも簡単に落とさせやしなかったものを。そうですね。あなたのおっしゃる通りです。あ、なんだかおぼろ姉ちゃんと姉ちゃん、夫婦みたいだな。息ぴったりっていうか、まああんなことしたんだもんな。もう完璧に夫婦なんだな。何を言ってるの三日月。姉をからかうものではありませんよ。三日月ちゃん、話の腰が折れるので、それ以上おぼろ姉様をからかうのは禁止です。つまんないぞ、ブーブー。その意味は簡単です。玉縄町は上司が不在で落としやすく、かつ関東全土を攻略するためには必須の城ですからね。城を攻め落とすのが目的ではあるまい。ならば方法はあるだろうって。また健介くんの得意技の出番かな。私は反対です。恋は反対か。その理由は？それは、ちぎったイモセを危険にさらすのは忍びない？違いますならどうしてじゃ？鬼は人と違い探知能力が発達しています。それは野生の獣と同じかそれ以上と見るべきでしょう。その鬼が充満する城内に侵入して門を開く、はっきり言って不可能に近いと私は思います。なるほど、理性的な答えだね。もう本心かどうかは別だけど。本心ですってば。ならそういうことにしておこう。で、健介くん、恋の意見について君はどう考える？ならばどうする？そんなの簡単。力技でドーンなのです。まあそれも一つの方法だと思うけれど、もっと他に案がないか考えた方がいいと思うのだよ、カズノのお嬢さん。なら、あやなが特感してドーンなのです。言い方を変えてるだけで何も変わってないっすよ、あやなちん。ダメですか？ダメっすね。少し良いですか？ひなげしのお嬢さんには何か妙案があるのかい？妙案というわけではなく、確認なのですけれど、そもそも氏康さんは籠城を選択するのでしょうか？それなりの大軍を用意できたとしても、内訳は鬼との戦に慣れていない足軽が大半。そんな状況で東方が玉縄城に向かったとして、
城にこもって迎え撃つよりも野戦で対峙する方が鬼側としても有利なのでは？言われてみれば確かにな。ならば氏康公は野戦の選択をすると。私が鬼の大将ならばその選択をすると思います。私でも同じ選択をすると思うね。野戦ならば兵の動かし方次第でいくらでも状況をひっくり返すことができる。エリカはどうだい？私ですか？ああ、鬼の生態に詳しいあなたの考えを伺いたい。鬼の生態に詳しいと言っても、氏康公ほどの英雄が鬼になった時にどうなるのか、正直私の想像の範疇を超えています。ですが一つだけ、氏康公の目的を想像してみればいいのではないでしょうか。はい、鬼の力を得て欲望と野心を肥大させた氏康公は一体何を考え、何を目指すのでしょう。それは小田原城を落とすのが目的なのではないでしょうか。短期的に考えれば果実の宣言通り10日後に攻め寄せて小田原を落とすことを目的にしているでしょう。ですがその先です。その先？鬼の力を手に入れ万能感に酔う氏康公はおそらく万に一つも小田原城を落とせないとは考えないでしょう。ならば小田原を落とした次のことを考えているはず。それが玉縄城を拠点としたことからも推察することができます。関東制覇。はい。そしてその先の天下統一、それが氏康公の目的でありましょう。ですが天下統一を目指す上で邪魔になるものがあります。邪魔になるものですか？しっかり。氏康公は健介くんの首を狙っていると。その可能性が高いでしょう。関東を制覇し天下を手に入れようとした時、最大の障害になるのは連合の存在なのですから。鬼との戦にもなれ、中部と畿内を手中に収めている巨大勢力、そして今目の前には連合の要である健介殿がいる。障害を弱体化させるためにも今ここで小僧を打っておいた方が良いということか。私はそう推察しています。ですが、その推察には穴があるね。ええ。ですから私自身この推察に確信を持つには至っていないのです。ねえねえ、知恵者さんたち、穴ってなんす？エーリカの意見のどこに穴があるっす？わからないなんてザクラはアホチンなのです。うわー、アヤナちに言われた。だってアヤナ分かってるですから。なんすかそれなんすか？アヤナちんは仲間だと思ってたのにす。一緒にするなです。ひどいっす。で、あやなちんには分かってるって言ってましたけど、何が分かってるんす？簡単なのです。小田原城門での戦の時、氏康は健介様のことを見逃してるですよ。ああ、そういやそうっすね。エーリカの推測が正しいのなら、あの時氏康は健介様に襲いかかってるはずなのです。なるほどっす。だからエーリカの推測は正しい部分と読み切れてない部分があるってことなのです。わかりやすい説明どうもっす。けど悔しいっす。そんなの考えてもどうにもなんないっしょ。ご本城様を助けるのが目的なんだし、とりあえず玉縄城に向かってあとは状況に応じてやるしかないじゃん。それはそうなのじゃが、お主に言われるとなんだか無性に怖くなるの。なんだしそれ、
どういう意味だし。言葉通りの意味じゃよ。それにな、英雄相手に無策でおればわしらが皆殺しにされてしまうぞい。それはそうかもしれないけどさ、うだうだ考えてたって何にもなんないっしょ。ほら、健介、あんた意外といいやつじゃん。健介くんは野戦で決着をつけるつもりかい？今日ついてどうなさるおつもりです？城内に忍び込むよりはまだ策が通じる余地はあるでしょうね。しかしそうですね。出陣しましょう。でも、本当に大丈夫でしょうか。では出陣準備に取り掛かりましょう。なんじゃ、もう解散か？まあよい。で、出陣と決まり申した。敵は玉縄城にあり。ならば出陣じゃな。主様よ、余が先方でよいな。意義ありなのです。健介様、いい加減綾菜も暴れたいのです。なんと、綾菜よ、先方を世に譲れば好きな官位を授けてやるぞ。ちょっと公方様、いきなり暗い打ちとはさすがに無体が過ぎるというものですぞ。無体とは失礼な。しかと対価を提示した立派な交渉ではないか。綾菜官位とか興味ないです。そうであろう、そうであろう。官位があれば何かと便利。何？いらぬというのか？興味ないです。それより先方の方が綾菜にとっては大事なのです。まさか暗いうちが通用せんとは。いや、そこまで衝撃を受けなくても。というか、通用しないのを分かった上で言ったのでしょうに。バレておったか。はあ、面白い主ですよ、和葉様は。良い主であろう。ああ、はいはい。健介殿、お裁きは任せますよ。そうなのでしょうか。健介殿のおっしゃる通りですよ、おぼろ姉様。暁。門は門。壊れても直せばまた使えるのです。
だから今は壊してはならないことに全力を注ぎましょう。そうですね。いつの間にか暁は立派になりましたね。もはや私が教えることは何もないでしょう。ありがとう、姉様。うるさいです。そういうところはまだまだ子供ですね。もう二人していじめないでください。姉ちゃん暁も何してんだよ。早く来ないと出陣できないだろ。私たちはこれより北条が誇る名君氏康の奪還に向かいます。鬼と化してしまった氏康ですが大丈夫。元に戻すための秘策はこの氏政の胸の内にあります。だから安心してください。我らがなすは氏康が率いる鬼を打ち倒すこと。だから仲間が明日をつかむため己が命を的にして打ちてしやまん下道な鬼を北条が勇者たちを奮い立て生きり立て関東の平和ひとえにこの一戦にあり。ともども出陣せよ。健介様、私ちゃんと役目を果たせたのでしょうか。健介殿のおっしゃる通りです。いざよい姉様、ご立派に主の務めを果たされましたね。姉ちゃんすげえかっこよかったぜ。三日月ちゃん、暁ちゃん、本当に姉様も安心して工事を任せられる、そう思えるほどの良い劇でしたよ。いざよいおぼろお姉様、立派になりましたね。もうせっかく褒められたのに泣くなよ。ここで泣いたら台無しじゃんか。相変わらず泣き虫なんだからな。もうよしよし、よく頑張りましたね、いざよい姉様。お姉ちゃんね、頑張ったよ、暁ちゃん。ええ、本当によく頑張りました。ほら、チーンして。よーし、それじゃあ姉ちゃん出陣はうまくできたんだ。次は母様をぶっ倒して世代交代だ。そんなの無理だよ。
こら三日月、調子に乗るんじゃありません。そういった方が勢いがいいかなって。世代交代は別として、母様の救出が私たちの目的です。いざよい姉様、頑張りましょうね。お姉ちゃん、頑張るよ。お取り込み中のところ失礼します。てかいざよい様、早く出陣してくれないとみんな動けないんですけど。ごめんね姫野。私たち本陣もすぐに出陣するね。お願いします。それと健介、姫野、とりあえずあんたにつくことになったから。それは私の案です。情報を集める忍びは一括で管理した方が効率が良いと判断しました。暁の提案は他でもない。私が許可しました。もちろんいざよいや三日月も了承しています。非中の非を明かしてでも私たちは。仕方ないからよろしくしてあげるし。ま、姫野に任せとくし。この者、本当に信用できるのでしょうか。カッチン。今なんつったし。ご主人様の役に立てるのかと聞いている。なるほど。あんたが姫野に喧嘩を売ってるのは分かったし。売った覚えはないが、買うならば高値で買ってもらおうか。いいねで買ってやるし。ですがご主人様、そういう意味ではないのですが。わかりました。ご主人様のお望みのままに。そんな約束したくないし。姫野はこれでいいの？もううっさい！健介殿、姫野はああいう子ですから扱いが難しいように思えるかもしれませんが、あの子はガツンと言われると聞いてしまう、そんな性格の子ですから、遠慮なくビシビシやってくださって構いませんよ。まあそういうことだね。伊賀と風魔の仲は吾妻衆で取り持つよ。ご主人様はそうお望みなのですね。ならば全力で仲良くできるように努力することに挑戦してみます。はっ。本陣もすぐに追いかけますね。